家事や育児に日々奮闘されている皆様、こんにちは。そして、これから家事のスキルを磨き、生活の質を高めたいと考えているすべての皆様、ようこそ。本日は、育児休暇中の方や、家事の分担を見直したい方、そして、なんとなく、こなしていた家事を、理論で武装し、効率化したいと願う方々へ送る、特別講義をお届けします。料理の基礎である、計量の科学から、スーパーでの食材目利きの極意、毎日の悩みである献立の法則、そしてキッチンの衛生、ゴミ処理の科学まで余すところなく解説していきます。これから長時間にわたる放送となりますが、家事の手を動かしながら、あるいは通勤や休憩中の BGM として、ぜひ最後までお付き合いください。この番組を聞き終える頃には、いつものキッチンが実験室のように刺激的で、コックピットのように快適な場所に感じられるはずです。それでは、まずは料理のスタート地点、すべての基本となる計量の科学から紐解いていきましょう。レシピ本や料理動画を見ていると、当たり前のように出てくる1カップ、大さじ、小さじという単位、皆さん、この定義を正確に言えますか？そして、なぜその量なのか考えたことはあるでしょうか？実は、ここには多くの人が陥りやすい大きな落とし穴があります。まず、1カップの定義についてです。日本の料理レシピにおいて、1カップと書かれていれば、それは一般的に 200ml、200cc を指します。しかし、ご家庭にある計量カップをよく見てください。炊飯器の近くにあるお米を測るためのカップを使っていませんか？実は、欧米用の計量カップは体積が違うのです。欧米の単位は昔ながらの1号、号が基準になっています。この1号は約 180ml なんです。料理用の 200ml と欧米用の 180ml、このたった 20ml の差が料理の仕上がりに決定的な違いを生みます。例えば、欧米用のカップで水を測ってスープを作れば味が濃くなりすぎますし、逆に料理用のカップでお米を測って炊いてしまえば水加減が合わずに芯が残ったりべちゃついたりしてしまいます。特にお菓子作りやパン作りなど化学反応を利用する料理において、この 10% の誤差は致命的です。海外のレシピを参考にする場合も注意が必要です。アメリカの1カップは約 240ml、オーストラリアでは 250ml と、国によって基準が異なりますが、カップという言葉を鵜呑みにせず、必ず何ミリリットルなのかを確認する習慣をつけましょう。続いては、スプーンを使った計量のテクニックです。大さじ1は 15ml、小さじ1は 5ml、小さじ3倍で大さじ1杯分になる計算ですね。では、液体と粉末、それぞれどうやって正しく測るのが正解でしょうか？まず、醤油や酒などの液体です。スプーンの円ギリギリまで注ぎ、表面張力で液体が少し盛り上がっている状態。これが正しい大さじ1です。こぼれるのが怖くて少なめに入れてしまうと、味がぼやける原因になります。一方、砂糖や塩、小麦粉などの粉末はどうでしょう？基本は、すり切りです。山盛りにすくった後、ヘラやスプーンの柄を使って、カップの円に合わせて平らにならします。ここで重要なポイントがあります。粉をカップに押し込んでいませんか？特に小麦粉の場合、カップにぎゅうぎゅうに押し込んでしまうと、粉の粒子と粒子の間の空気が抜けてしまい、見た目は同じ大さじ1でも、実際には質量が多くなってしまいます。粉末を測るときは、ふんわりと入れて、トントンと底を軽く打ちつけて空気を安定させてから、さっとすり切る。これが、毎回同じ味を作るための再現性の鍵です。少しマニアックな話になりますが、重さ、グラムと体積、ミリリットルの関係も知っておくと便利です。水の場合、大さじ1、15ml は、重さも約 15g です。しかし、調味料によって比重は異なります。例えば、塩の大さじ1は約 18g と水より重くなります。逆に、小麦粉の大さじ1は約 9g と非常に軽くなります。醤油やみりんも糖分を含んでいるため、水より少し重くなります。レシピに G、グラムで書いてあるのか、ムル、ミリリットルや大さじで書いてあるのか、ここを読み間違えると、とんでもない味付けになってしまうので、注意が必要ですね。さて、計量が完璧にできたら、次は味付けの順番です。和食の黄金ヌードルとして知られる
さしすせそ、砂糖、塩、酢、醤油、味噌の順番ですが、なぜこの順番なのか、理論的に説明できますか？単なる語呂合わせではなく、ここには分子レベルの科学が存在します。まず、砂糖と塩の順番について、なぜ砂糖が先で塩が後なのでしょうか？理由は大きく2つあります。1つ目は分子の大きさです。砂糖の分子スクロースは塩の分子塩化ナトリウムに比べてサイズが約6倍も大きいのです。食材の細胞の隙間に味を染み込ませようとしたとき、大きな分子である砂糖は中に入るのに時間がかかります。一方、小さな分子である塩はスルスルと素早く中に入り込んでいきます。もし塩を先に入れてしまうと、小さな塩の分子が食材の隙間を埋め尽くしてしまい、後から来た大きな砂糖の分子が入る余地がなくなってしまうのです。2つ目の理由は浸透圧とタンパク質の凝固です。塩には強い浸透圧があり、食材の水分を外に引き出し、身を引き締める効果があります。最初に塩を入れると、食材がキュッと締まって硬くなり、味が染み込みにくくなってしまいます。だから、まずは分子が大きく、食材を柔らかく保つ効果のある砂糖を先に入れ、甘みを十分に染み込ませてから、塩を加えて味を引き締める。これが正解なのです。では、後半の、せ、醤油、味噌はどうでしょうか？これらは、加熱によって変化しやすい、揮発性の調味料です。酢の酸味、醤油の香ばしい香り、味噌の豊かな風味、これらは熱に弱く、長時間煮込むと飛んでしまいます。せっかくの良い香りを台無しにしないために、これらは調理の後半、仕上げの段階で加えるのが鉄則です。特に味噌汁を作る際、火を止めてから味噌を溶き入れるのは、沸騰させると味噌の香りが死んでしまうからなんですね。ところで、さしすせそに含まれないお酒やみりんはいつ入れるべきでしょうか？正解は一番最初です。お酒には食材の臭みを消したり、強沸効果、味を染み込みやすくしたりする効果があります。本みりんにもアルコールが含まれており、煮崩れを防いだり、臭みを消したりする効果があります。ですから、砂糖よりもさらに前、調理のスタート段階で入れて、アルコール分と一緒に臭みを飛ばすのが理想的です。ただし、みりん風調味料の場合はアルコール分がほとんどないため、最後の仕上げに入れて、照りや艶を出す使い方がおすすめです。つまり、最強の順番は、酒、本みりん、砂糖、塩、酢、醤油、味噌、みりん風調味料となります。この理論を知っているだけで、煮物の味は格段にレベルアップしますよ。ここで少し、料理の相棒である道具の扱い方にも触れておきましょう。特に多くのご家庭で活躍しているフッ素樹脂加工、テフロン加工などのフライパン、食材がくっつかなくて便利なのですが、意外と寿命が短いと感じていませんか？それは無意識のうちにフライパンを痛めつける使い方をしているからかもしれません。フッ素樹脂加工の最大の弱点は急激な温度変化です。料理が終わった直後、熱々の状態のフライパンをすぐに水道の水につけて、ジュッとさせていませんか？汚れが落ちやすそうに見えるこの行為。実はフライパンにとっては拷問に近いダメージです。フライパンの金属部分と表面のコーティング部分は熱による収縮率が異なります。急激に冷やすと、金属とコーティングの間にズレが生じ、加工が剥がれやすくなってしまうのです。洗うときは、手で触れるくらいまで自然に冷ましてから、お湯と柔らかいスポンジで優しく洗うのが長持ちの秘訣です。また、調理中の火力も重要です。フッ素樹脂は高温に弱く、260度を超えると劣化が始まると言われています。強火でガンガン加熱したり、余熱のために空炊きを続けたりするのは NG です。基本的に中火以下で使用することで、コーティングの寿命を大幅に伸ばすことができます。道具への優しさは、そのまま家計への優しさにもつながりますね。さて、ここからはキッチンの外へ飛び出し、スーパーマーケットでの食材選びのコーナーです。料理のプロは口を揃えて言います。料理の味の8割は食材選びで決まる。と、新鮮で美味しい食材を見抜く目利きの力をつければ、特別な調理技術がなくても料理は美味しくなります。今日は肉、魚、野菜、果物、そして卵の選び方を具体的にお伝えしましょう。まずはメインディッシュとなるお肉です。美味しいお肉を選ぶために最初に見てほしいのはパックの底です。赤い汁、いわゆるドリップ
固まっていませんか？ドリップが出ているお肉は、時間が経過して細胞が壊れ、旨味成分が水分と一緒に逃げ出してしまっています。臭みの原因にもなるので、ドリップが少ないもの、できれば全くないものを選びましょう。種類別のポイントとしては、牛肉は鮮やかな赤色で、脂肪の色が白または乳白色のものが良質です。豚肉は淡いピンク色で艶があり、やはり脂肪が白いものを選んでください。鶏肉は皮の毛穴が盛り上がっていて、身に透明感のあるピンク色のものが新鮮です。皮が黄色っぽくなっているものは、鮮度が落ちている可能性があります。お肉を買うときは、温度変化を避けるため、買い物の最後にカゴに入れ、寄り道せずに帰宅するのが鉄則ですよ。次は、鮮度が命のお魚です。一尾丸ごとの魚を選ぶなら、目を見てください。目が澄んでいて透明感があり、盛り上がっているものが新鮮です。白く濁っていたり、目がくぼんでいたりするものは、鮮度が落ちています。また、エラ蓋を少し持ち上げてみて、中のエラが鮮やかな赤色をしていれば合格です。黒ずんでいるものは避けましょう。切り身を選ぶ場合も、やはりドリップが出ていないことが大前提です。そして、隅、角に注目してください。切り口の角が鋭角にピンと立っているものは、身に弾力があり、切り立てである証拠です。時間が経つと身がだれて、角が丸くなってきます。血合い、赤黒い部分の色も重要です。ここが鮮やかな赤色なら新鮮ですが、酸化すると茶色っぽく、どす黒く変色してきます。ここで、魚選びの通な豆知識を一つ、パック詰めの魚の切り身を選ぶとき、可能であれば、左半身を選んでみてください。魚は流通の過程で、基本的に頭を左、腹を手前にして氷の上に寝かせて保管されます。これは日本の左上位の文化や盛り付けの作法に由来します。そのため、下側になる右半身、下身は、魚自身の重みで押しつぶされ、身に負担がかかっていることが多いのです。一方、上側になる左半身、上身は、重みを受けておらず、身の状態が良い傾向にあります。パックの中で皮の模様や形を見て、頭が左側に来る形のものがあれば、それは当たりかもしれません。続いては、野菜の選び方です。野菜は種類によって見るべきポイントが全く異なります。キャベツは、季節によって選び方が正反対になります。春に出回る春キャベツは、葉が柔らかくみずみずしいのが特徴です。巻きがふんわりとしていて、持った時に軽いものの方が水分を多く含んでいて美味しいです。逆に冬の寒玉キャベツは、葉がぎっしりと詰まっているものが良品、ずっしりと重いものを選ぶと、甘みが強くて美味しいキャベツに出会えます。人参は、茎を切り落とした芯の切り口を見てください。この軸の部分が細いものほど、芯まで柔らかく、栄養も逃げていない証拠です。芯が太いものは、硬い芯の部分が多く、味も落ちている可能性があります。トマトは、お尻の部分、ヘタの反対側を見ます。中心から放射状に白い線が伸びていることがありますよね。これは、スターマークと呼ばれ、これが出ているトマトは糖度が高く、味が濃厚です。全体に赤く色づき、ヘタが濃い緑色でピンとしているものを選びましょう。ご要望の多かった果物の選び方も詳しく解説します。まずは、リンゴ、軸が太くてしっかりしており、お尻、底のくぼみが深いものを選びましょう。そして、持った時に、ずっしりと重いことが重要です。同じ大きさなら重い方が、果汁が詰まっていてジューシーです。また、お尻の部分が緑色ではなく、黄色っぽくなっているものは、熟していて甘いサインです。品種にもよります。表面がベタベタしていることがありますが、これは、油上がりといって、リンゴ自身が乾燥を防ぐために出す成分なので、完熟の証拠であり、ワックスではありません。安心してください。次に、バナナ。バナナは追熟する果物なので、いつ食べるかによって選び方が変わります。すぐに食べるなら、全体が黄色く、茶色い斑点、シュガースポットが出ているものが、甘みが最高潮に達しています。数日かけて食べるなら、軸の部分や先端に少し青みが残っているものを選びましょう。自宅の常温で保存しておけば、自然に熟して食べ頃になります。ちなみに、バナナの軸が太くて短いものは、栄養が十分に詰まっている良品と言われています。そして、食卓の優等生、卵です。新鮮な卵は、殻の表面が少しザラザラしていると言われています。ツルツルしているものは、産卵から時間が経ち、
表面の口クラ層という膜が取れてしまっている可能性があります。洗浄済みの卵では判断しにくい場合もありますが、目安になります。パックを開けて光にかざしたとき、透き通っているものが新鮮です。保存するときの重要なポイントですが、卵は丸い方を上にして、尖った方を下にして冷蔵庫に入れてください。丸い方には、気室という呼吸するための空気の部屋があります。こちらを上にすることで、卵黄が殻に直接触れるのを防ぎ、鮮度を保ちやすくなります。冷蔵庫のドアポケットは振動が多く温度変化も激しいので、できればパックのまま棚の奥に保存するのがベストです。食材を買い揃えたら、次に立ちはだかる壁が、献立です。今日の晩ご飯、どうしよう。この悩みは、多くの主婦にとって永遠のテーマであり、大きなストレス源です。献立をスムーズに決めるコツは、和食の基本形式、一汁三菜、一汁三菜をベースに考えることです。ご飯、主食、味噌汁などの汁物、メインのおかず、主菜、そして野菜などの小鉢、副菜、副菜を組み合わせるスタイルです。これだと、エネルギー源、体を作るタンパク質、調子を整えるビタミン、ミネラルをバランスよく摂取できます。ただ、毎日これを完璧にゼロから考えるのは大変すぎます。そこでおすすめなのが、思考の枠組みを作ってしまうことです。一つ目は、曜日ごとにテーマを決める方法。例えば、月曜は魚、火曜は豚肉、水曜は麺類、木曜は丼物、金曜は残り物一層カレー、といった具合に、大枠のジャンルを決めてしまいます。これだけで、選択肢が大幅に絞られ、悩む時間が減ります。二つ目は、メイン食材から逆算する方法。スーパーで特売の鶏肉を見つけたとします。今日は鶏肉と決めたら、次は調理法です。焼く、煮る、揚げる、ふかす。この中から、例えば、焼くを選べば、チキンソテー、煮るなら、鶏大根といったように、自然とメニューが決まってきます。副菜に迷ったら、孫は優しいという言葉を思い出してください。豆類、ごま、種種類、わかめ、海藻類、野菜、魚、しいたけ、きのこ類、芋類、この7種類の食材を意識して取り入れるだけで、栄養バランスは勝手に整います。例えば、メインが肉なら、副菜には、海藻を使ったサラダや、きのこのスープを合わせるといった具合です。レパートリーを増やしたいときは、現代の強力な武器、デジタルツールをフル活用しましょう。今は YouTube などの動画サイトが最高の料理教室になります。例えば、料理研究家リュウジのバズレシピなどは手に入りやすい食材で驚くほど簡単に美味しいものを作るテクニックを教えてくれます。また、料理初心者に特におすすめしたいのが、奥園敏子の日めくりレシピです。奥園先生の動画の素晴らしいところは、なぜこの切り方をするのか、なぜこのタイミングで水を入れるのか、といった理由を非常に論理的に、かつ優しく解説してくれる点です。乾物は水で戻さずにそのまま煮汁に入れてもいい。といった目から鱗の時短テクニックも満載です。動画の良いところは、火加減や食材の焼き色、混ぜる時の粘り気など、文字だけでは伝わりにくい状態を目と耳で確認できることです。忙しい育児の合間には、クラシルやデリッシュキッチンのような1分程度で工程がわかるレシピ動画アプリも強力な味方になります。白菜、大量消費のように検索して、出てきた動画を真似するだけでも、立派なレパートリーの拡大です。番組の最後は、家族の健康と地球環境を守る衛生管理とゴミの捨て方について、美味しい料理を作った後の最後の大仕事です。まずは、食中毒を防ぐための鉄則、食材を切る順番を見直しましょう。基本は、汚染度の低いものから高いものへです。具体的には、サラダや果物などの生でそのまま食べるものを一番最初に切ります。次に、煮物や炒め物にする、加熱する野菜、そして最後に、肉や魚を切ります。これは、肉や魚に付着している可能性のある食中毒菌、サルモネラ菌やカンピロバクターなどが、包丁やまな板を通じて生野菜に移る二次汚染を防ぐためです。もし、肉を切った後にサラダ用のきゅうりを切る場合は、必ずまな板と包丁を洗剤で洗い、熱湯や漂白剤で除菌する必要があります。でも、調理中に毎回まな板を洗って除菌するのは、正直面倒ですよね。そこで活躍するのが、
牛乳パックです。飲み終わった牛乳パックを洗って開き、しっかりと乾かしてストックしておきます。肉や魚を切るときだけ、まな板の上にこの牛乳パックを敷いて、その上で切るのです。使い終わったら、そのままポイッと捨てられます。これならまな板への菌の付着を防げますし、洗う手間も省け、衛生的に処理できます。育児中で時間がないときこそ、この使い捨てまな板、テクニックは最強の味方になります。次に、意外と見落としがちなエコバッグの衛生管理です。レジ袋有料化で当たり前になったエコバッグですが、最後に洗ったのはいつですか？野菜についた土、肉や魚のパックから漏れたドリップ、冷凍食品の結露による水分、これらがバッグの内側に付着すると、そこは雑菌の温床になります。見た目が綺麗でも、定期的に洗濯することをお勧めします。洗える素材のものは洗濯機や手洗いで、洗えない素材のものは除菌スプレーや除菌シートで内側を拭き取りましょう。また、買い物をするときの詰め方も重要です。肉や魚のパックは、必ず備え付けの薄いポリ袋に入れてから、エコバッグに入れてください。これで万が一ドリップが漏れても、バッグを汚さずに済みます。さらに、食品用と日用品やクリーニング用のバッグを分けるのも、交差汚染を防ぐ賢い工夫ですね。そして、キッチンの嫌な匂いの元凶、生ゴミの処理について、生ゴミの悪臭の原因、それは水分と雑菌、そして温度です。生ゴミの約80%は水分と言われています。この水分が多い状態で温度が上がると、雑菌が爆発的に増殖し、悪臭を放ちます。つまり、匂いを防ぐ一番の近道は、水を切ること、捨てる前にギュッと絞って水分を減らすだけで、匂いは劇的に軽減されます。ここで活躍するのが、新聞紙や古紙です。生ゴミを新聞紙で包んでから捨てると、紙が余分な水分を吸い取ってくれます。さらに、新聞紙のインクに含まれるカーボン、炭、成分には、消し臭効果も期待できます。新聞紙がない場合は、いらないチラシや古雑誌、キッチンペーパーでも代用可能です。さらに科学的なアプローチで匂いを消す方法もあります。生ゴミの腐敗臭の多くは、酸性の性質を持っています。ここには、アルカリ性の重曹を振りかけるのが効果的です。中和反応で匂いが和らぎます。逆に、魚の内臓などが腐った生臭い匂い、アミン臭はアルカリ性です。これには、酸性のオスやクエン酸をスプレーすると、中和されて匂いが消えます。腐ったゴミには重曹、魚の匂いにはオス。この化学反応を覚えておくと、夏のキッチンの快適さが変わります。最後に、プラスチックゴミの捨て方です。食品トレイやプラ容器、汚れたまま捨てていませんか？リサイクルの基本は、洗って、乾かす、です。汚れが残っていると、リサイクル資源としての品質が下がるだけでなく、保管中に悪臭や害虫の原因にもなります。さっと水ですすぐだけで十分です。また、かさばるプラスチック容器は、減用を意識しましょう。ハサミで切って小さくしたり、同じ種類のものを重ねたりして、体積を減らしてから捨てます。これだけでゴミ袋を使う枚数が減り、ゴミ出しの回数も減らせるため、結果的に家事の負担軽減とエコにつながります。いかがでしたでしょうか？完全保存版。プロが教える家事と料理の理論。究極のマスター講座。計量の1カップの違いから、調味料の科学的な投入順序、道具のメンテナンス、肉、魚、野菜、果物、卵の目利きのポイント、献立のロジカルな組み立て方、そして、食中毒を防ぐ衛生管理と、科学を利用したゴミ処理術まで、盛りだくさんの内容でお届けしました。家事は、毎日続く終わりのない営みです。だからこそ、なんとなく、やっていたことの意味を知り、理論に基づいた効率的な方法を取り入れることで、その負担は確実に軽くなり、得られる成果、料理の味や生活の快適さは大きくなります。育児休暇中でこれから家事スキルを上げたいという方にとって、今日の放送が自信を持ってキッチンに立つための武器になれば嬉しいです。一度に全てを実践する必要はありません。今日は計量だけ気をつけてみよう。次の買い物では卵の殻を見てみよう。そんな小さな一歩から始めてみてください。知識はあなたとあなたの家族を守り、豊かにする一生の財産です。長い時間お付き合いいただき、本当にありがとうございました。皆様のキッチンライフが笑顔と美味しい香りで満たされますように。そして、明日からの家事が少しでも楽しく、楽になりますように。また、次回の放送でお会いしましょう。さようなら。